皆さんお元気でしょうか？スージーと申します。今回は大阪・関西万博行ってみたというわけで、今回は今世界一のイベント、大阪・関西万博にクールジャパンショーケースということで、僕の大好きなからかい上手の高木さんの聖地、香川県土野省庁が出展するということで、それ目的で行ってきました。で、今回はその様子や実際に万博に行った感想とかを話していこうと思うんですけども、結論から言うんですが、万博めっちゃ楽しかったです。で、さらにはこの世界的な舞台で高木さんがいるってこと自体もめちゃくちゃ嬉しいし、なんか感慨深いなという。まずはちょこっとね、万博の様子を映していこうと思うんですけども、僕が行ったのが11時半頃に地下鉄の夢島駅に到着して、そこから東ゲートに入場するというルートやったんですけど、SNS で結構待ったみたいないろんな情報を見ていったんですけど、僕が実際行ったら、遅い時間帯だったってのもあるんですけど、もう全然並ばずに東ゲートまでも一直線で行って、手荷物検査も1分ぐらいで終わりました。入場めっちゃ早かったですね。すごく快適に入場して、いざ中に入ったんですけど、やっぱ入った瞬間からこの空気、熱量で至るところからいろんな音楽が聞こえてくるのがね、もうものすごくテンション上がりましたね。そしてお目当ての高木さんがあるクールジャパンショーケースっていうのが、万博のだいぶ西側、西ゲートのすごく近く、ワッセっていう建物で行われていたんで、そこまでね、歩いて行ったんですけど、東から西まで歩いていくのでもう2、30分ぐらいかかったかな。純粋に中がめちゃくちゃ広いっていうのと、いろんなことにちょっと目移りしちゃって、もう右も左もパビリオンだらけで、もうずっと高揚感がね、高まってましたね。というわけで早速ね、お目当てのワッセに到着しました。で、中へ入ってみると、いろんなアニメや漫画の作品、いろんな聖地がブースを出展してて、お祭り感がすごかったですね。で、建物の四方八方にいろんなね、ブースがあるんですけども、ちなみにその中央では、盆踊りステージと、中央の一番奥のところには、舞台のステージがあって、そこで常時イベントをしてるって感じでしたね。撮影や録音はね、一切禁止やったんで、そこはちょっとしてないんですけども、そして今回の万博の目玉ですね、香川県土野省庁ブース、もうドドーンと高木さんですよ。僕ね、びっくりしました。等身大の高木さん、そして西方のパネルが計4枚も、いろんなね、ブースがあったんですけど、パネル4枚でお出迎えっていうのは多分他のブースではさすがになかったかな。そういう意味でもね、めちゃくちゃ目立ってましたね。ちょっとね、一般の方もたくさんいらっしゃったんで、動画はね、ちょっと少なくて申し訳ないんですけども、ブースの紹介をね、させていただきたいと思います。今回この高木さんの香川県土野省庁ブースでは、小豆島の PR はもちろん、高木さんの PR も行っていて、高木さんの聖地巡礼マップもね、配布していました。僕もね、いただきました。この映像にもあるように、多種多様の高木さんグッズもね、展示してて、小豆島の特産品、ごま油やオリーブオイル、醤油とかね、高木さんとコラボした缶バッジやタオルとか、カレンダー、タペストリー、T シャツとか、高木さんとコラボしたたくさんのグッズが展示されていました。ちなみにブースの出口にはショップがあって、そこで高木さんのカレンダーやタペストリーも購入できるんですけども、僕もね、レジャーシートを購入しました。どのグッズも小豆島で購入できるものなんで、今回このタイミングで行けなかったよって方は、ぜひ小豆島に聖地巡礼された際は購入してみてはいかがでしょうか。で、ブースに行った時にキャンペーンをしていて、SNS で土野省庁をフォローするとミニごま油がもらえました。いや、ありがたいですね、普通に。これ高木さんじゃなくて普通のごま油なんですけど、日常使いするものですからね、普通にありがたい。そしてですよ、今回の一番の目的、限定ポストカードですね。これをもらうために来ました。これはね、小豆島でも配布していない今回の万博限定の高木さんポストカードみたいですね。で、最初に僕、このエンジェルロードを背景にしたカフェスタイルの高木さんと西方のポストカードをもらったんですね。いやー、これが欲しかったと思って可愛いなとめでていたんですけども、どうやらなんか違うバージョンをもらってる人もいるみたいな話を聞いて、で、また別の時間帯にもう一度ブースを訪れたら、今度はこの富岡八幡神社のお祭り高木さん西方バージョン、まさかのバージョン違いのポストカードをいただいてそんなことあると思って、いやー、土野省庁さんからかってくるなと思って嬉しい悲鳴ですね。他にね、バージョンがあるかわからないんですけど、僕が行った時はこの2種類バージョン違いのポストカードをいただくことができました。そもそもね、高木さんのポストカードかどうかがわかんなかったんで、ダブルで嬉しいサプライズでした。もうこのために万博行ったって言っても過言じゃないんでで、ブースのスタッフの方とちょこっとね、おしゃべりさせてもらったりとか、高木さん好きなんですかって聞かれたんで、あ、はい、めっちゃ好きですめっちゃどころじゃないんですけど、めっちゃ好きですってね、お話ししました。で、たくさんの方がね、来てらっしゃったんで、スタッフさんがいろんな方にね、小豆島の魅力だったりとか、高木さんの PR だったりとか、で、高木さん知ってるけど、高木さんの聖地がこの香川県小豆島、土野省庁だっていうのは知らなかったって人もね、結構いてはって、そういう意味でもさらに高木さんの、そして小豆島の知名度もね、上がったんじゃないかなっていう。で、さらには、このクールジャパンショーケースには、たくさんね、カメラだったりとか、マイク持ってインタビューしていた方も結構いて、日本人はもちろん、いろんな外国の方にインタビューとかね、されていたんで、で、まさにこの高木さんの土野省庁ブースがニュースで放映されたりしていたんで、こ
これはものすごい効果があったんじゃないかなって勝手に思っています。やっぱりファンとしてはね、高木さんの知名度がね、上がったらめちゃくちゃ嬉しいんで、めっちゃ行った甲斐がありましたね。で、お昼の時間に行ったら、スタッフさんたちが休憩されてて、その代わりに、この等身大パネルの高木さんたちが4枚勢揃い。これはね、すごい壮観でしたね。いろんな人がね、やっぱいっぱい写真撮ってましたね。まさかね、この世界一のイベント万博で、高木さんを見ることができたっていうのはすごい幸せですね。でですね、このクールジャパンショーケースの中には、いろんなブースがあるってね、お話ししたんですけど、アニメ漫画コーナーみたいなのもあって、いろんな漫画が飾られていたり、いろんな作品の等身大パネルもあったんですけど、まずはこちらですね、早々のフリーレン。僕もフリーレン見てるんで、ものすごくね、好きなんですけど、おー、フリーレンだー、フェルンだ、シュタルクだーってね、思ってたら、まさかのこの裏が、ヒンメル、ハイター、アイゼンの勇者パーティー揃い踏みでした。これはちょっとびっくりしましたね。今と昔のパーティー揃い踏み。これはね、素晴らしかったです。そして僕も好きなテンスラーですね。リムル様はもちろん、ディアボロ、ルミナス。いや、とてもかっこいい&可愛いですね。これ、ラブライブとちびまる子ちゃんが並んでるのめちゃくちゃレアですよね。僕はあんま詳しくないんですけど、ゆるキャンブースもあったんで、そこの聖地巡礼マップもいただいてきました。で、いろんなブースがあるんですけど、やっぱり目を引いたのが、万博のために描かれた漫画家の先生たちの直筆サインコーナー、これはやっぱり圧巻でしたね。残念ながらこの中に高木さんの山本宗一郎先生のサイン色紙はね、なかったんですけども、名だたる漫画家さんたちのこの色紙はね、さすがにうおーと思いましたね。でですよ、そこの中心に漫画からのありがとうっていう日本を代表する作品の等身大パネルプラス横断幕みたいなのがあったんですけど、わかりますか？この横断幕の一角にまさかの高木さんが、いや、この名だたる作品の中に高木さんがいるってのがね、これまた嬉しいですよね。見つけた瞬間、うわー、高木さんがいると思って。いや、これもテンション上がりましたね。そのわけで、からかい上手の高木さんをはじめとした香川県小豆島ブース、そしてクールジャパンショーケース、こちら堪能させていただきました。お目当てのこのポストカードがね、ゲットできたのが嬉しかったですね。で、個人的には他にも、今僕がね、めっちゃ推してる、ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する、略してループ7。こちらの聖地がドイツなんで、ドイツ館に行ってみたりとか、ドイツビール、ドイツのブルストをね、いただいてみたりとか、純粋にね、推し活しつつ、ちょこっとね、パビリオンも楽しんできました。あとは、あれだけね、話題になった大屋根リングにね、登ってみたりとか、そこからいろんなパビリオンを眺めてみたりとか、例の等身大ガンダムと記念撮影をしてみたりとか、あんまりね、たくさんのパビリオンは行けなかったんですけど、やっぱ歩いてるだけでも楽しかったですね。また期間中に行きたいなと思ってるんで、万博全体の感想はまた別の動画で上げたいなと思っております。というわけで今回は、クールジャパンショーケース、香川県土庄町のからかい上手の高木さん PR ブースをメインに紹介させていただきました。万博めっちゃ楽しかったんで、行こうかどうか悩んでる方は、ぜひ行ってみてください。というわけでよかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。スージーでした。じゃあねー。